傾斜度についてどういう意味かわからない。聞いたことはあるけど詳しくは知らない。具体的にどのように使われているのかわからない。使う上での注意点を知りたいといったことはありませんでしょうか。この動画では傾斜度の定義、どのような時に指示するのか、図面上での使われ方、使用する際の注意点を解説していきます。早速ですが、まずは傾斜度の定義です。傾斜度とは一言で言うと、基準の平面に対してあるべき角度の表面がどれだけ隔たってもいいのかということです。実際に図面での使われ方を見ていきましょう。図形表面に対する指示を見ていきます。図面上側に角度のついた L 字のような形をした記号がありますが、これが傾斜度を示す記号です。また、A というのはデータムを表す記号ですが、データムとは基準のことです。この図面では底面が基準、つまりデータム平面となり、30度の角度がついているかどうかが問われています。この図面で示される交際器はこのようになります。対象表面は距離 0.1mm のデータム平面と30度をなす平行に平面に挟まれることが求められます。補足情報としまして、先ほどの図面指示の書き方も通例となっていることも多いのですが、より正確に傾斜度を指示するためには、下のように追加でデータム平面 B を記載する方法が求められます。最初の書き方のようにデータムが1つしかない場合、ここに示す交際器のようにデータム平面 A に対して傾斜度30度の平面は正確には回転に対する自由度が残ってしまうことになります。そこでデータム B を追加することで回転に対する自由度がなくなり座標を確定できます。ここで微項の情報ですが、幾何交差である傾斜度とサイズ交差の違いを見ていきます。サイズ交差の指示の例を左に示していますが、30度プラスマイナス2度となっており、傾斜の起点から離れれば離れるほど末広がりに大きくなっていきます。これに対し、右側に示す傾斜度の交際器は、傾斜の起点からどれだけ離れても一定距離となります。次に、さらなる理解のために、1度と傾斜度について見ていきましょう。この図面のように、傾斜部分に対して1度と傾斜度が合わせて指示されている例を考えてみます。1度の交際器として30度の傾斜で、傾斜の起点がデータム平面から10の位置から幅0.6の間にあることが求められます。一方、傾斜度の交際器として30度の傾斜で幅0.1の間にあることが求められます。ここで注意点として、傾斜度の交際器は1度の交際器内で変動が可能ということが挙げられます。これは傾斜がどこから始まるのかといった位置情報は傾斜度では指示できないのに対し、1度では指示することができるからです。次の使用例を見ていきましょう。斜め穴の中心軸に対する指示となっています。交際器はこのようになります。対象となる中心軸は距離 0.1mm のデータム平面 A と60度をなす平行に平面に挟まれることが求められます。次の例を見てみます。先ほどの使用例2と同じように見ますが、φ が入っているところが異なります。交際器はこのようになります。対象となる中心軸は直径 0.1mm のデータム平面 A と60度をなす円筒内にあることが求められます。最後に傾斜度の測定について触れます。3次元測定器を使わない簡易な方法となります。まず、データム平面に対する平面の測定です。測定物を傾斜ジグの上に置き、インジケーターを用いて測定します。インジケーターの読みの最大値と最小値の差が傾斜度となります。次に、データム平面に対する軸線の測定についてです。定板とインジケーターを用いて測定物を図のように設置すると、対象の軸線が定板に平行になるので、傾斜度の測定を平行度の測定に変換できます。測定手順として、まず、内径の適宜なピッチにおける直径 di および穴下面高さ mi を測定します。
そして上盤面から穴中心までの高さ HI を HI イコール MI プラス TI 割る2の式で計算します。最後に HI の最大値と最小値の差、デルタ H を穴軸線の傾斜度とすることができます。この動画を気に入った方はチャンネル登録をお願いします。概要欄ではこの動画の内容を PDF でダウンロードできるリンク先を貼っていますので、興味のある方はクリックをお願いします。今後も役立つ情報を発信していきたいと思いますので、よろしくお願いします。